単純に謝罪に意味がないと思ってるけれども、謝罪を求めてるんだったら、謝罪なんて単に息をちょっと吐くだけで終わるんだから、やらないことにすごい固執する必要ないのかなと思ってる。こんにちは。こんにちは。子供に謝罪させるべき。我が家はもうこの話題で持ちきりですね。我が家ミーティング3時間以上やってますよね。もうね、本人も含めてね。まあ一応整理すると、子供が、基本的に子供同士で、子供同士じゃなくてもいいけど、なんか悪さしちゃった時に、子供に謝りなさいみたいに言うべきかどうかってことですね。そういう親もたくさんいるのを見てる中で、でも謝罪だけが重要なのかみたいな、どう思いますか？一貫して謝ってないんですよ、彼はね。うちの子は。ね、ただ私と一緒になんかやってる時に、ぶつけちゃう、ごっつんこしちゃったりとかすると、あ、ごめんねとかすぐ言ってくれるから、大事じゃないのかなって思ってたんだけど、あと私あんまりそのね、謝れ謝れっていうのを言いたくなくて、赤ちゃんの時からもう砂場とか何か公園とかで会った時に、やっちゃうじゃん、必ず他のお友達に。そういう時は、私がごめんねって率先して謝って、私の背中を見てれば気づいてくれるかなと思って、謝りなさいとか一緒に謝ろうとかあんまり強くは言わなかったんです。ちなみになんで謝りなさいは言わないんですか？だって謝りなさいって言われて謝るもんじゃなくないですか？心から、悪いことしちゃった。ごめんねっていう心になって出てくるものだと思うから、その言葉を強制するっていうのは特に言いたいとは思わなかった。他の親とか子供がなんか悪いことすると、あなた謝りなさいとか言ってる人とかいるじゃないですか。あと幼稚園の先生とかも、まず謝ろうかとか言ってる人いるじゃないですか。それは間違ってると。いや、そんなことはない。それはそれであるっていうのを分かってた上で、あえて私がそこまで言わなくても分かるでしょうというか、周りでこうやってるのを見ていればそのうち分かるんじゃないかなって思ってたということは今は違うってことですか？そうなんですよ。今はじゃあどういうスタンスなんですか？割となんかしつこく周りがもういいよ、まあみたいな感じに行くまで割としつこく一緒に謝ろうとかすごいしつこく言います。謝りなさいスタイルとはちょっと違うってことですか？それはほぼ同じですか？いや、ほぼ同じだと思います。本人が受けてる感じは謝りなさいの感じだと思うよ。ちなみにその変化はどうして起こったんですか？そこは私の弱さかもしれませんけど、周りの世間の目というか、もう本当周りの子たちみんな秒で謝れる。すぐはちゃんと謝るし。そこに心はあるんですかって言われたらあれかもしれないけど、ちゃんと目を見てごめんねってちゃんと謝ってるし、大人がはいはいごめんねみたいな、なんかそういうのとはちょっと違うかな。じゃああなたのご意見は？我が家で何時間も話してるけど難しいっすね。そもそも謝罪ってなんだですよね。自分のこの考えは変わってないです。子供とか関係なしに自分の一人の人間としての謝罪に対する考え方は、謝罪自体に実は特別大きな意味はないと思っています。何か悪いことがあったときに、ごめんなさい、申し訳ありませんでしたって、もちろん自分も言うことはあるけれども、でもそこの裏に秘めてるのは、自分は同じことを繰り返さないように最善の努力をしますという約束の代わりだと思っているので、この約束こそが重要なのであって、その約束を裏に込めてない謝罪には本当に全く意味はない。なので自分は大人の中ですごい嫌いなのはこの謝り慣れちゃってて、全く改善しない人、逆にこれはもう本当に謝罪というパフォーマンスにフォーカスしちゃった結果、こういう人間がすごい生まれていくのかなと思っていて、平然と謝ってくるけど、いつまで経っても改善しない。なので自分はだから謝罪自体には意味はないと思っている。ただ、謝罪自体を重視する人たちがいるので、自分が謝罪をしないということはないです。例えば、相手がなんかこっちを見てきたとか、なんか謝罪を求めてるな空気を感じれば、すいませんでしたとか、全然普通に言うし、ただ自分は何度も繰り返すけど、その行為自体に意味はないと思っているので、重要なのは約束であり、繰り返さないという決意の方が大事だと思う。なので、自分は基本的に同じことを子供にもしたいと思っているので、子供が何か悪さをして、他の子だったら謝るとか、他の向こうの相手が謝ることを求めてそうだなと思ったら、謝った方がいいんじゃないのとか、強制ではなくて、今そういう選択肢もあるよ。選択肢をした方が場が丸く収まりそうだよ。みたいな提案を横からしてあげるぐらいはするかな。
あとは、それは子供とその被害者に対しての横からのこの提案であり、あとは親としてやっぱりね、他の親とのこの関係もあるじゃない。だからそれが多分、リサちゃんがすごい悩むところだと思うんだけど、そこに対して子育ての方針の違いから不愉快にさせちゃってごめんなさい、みたいなことは言うかもしれないけども、それは決してこの子供がやったことに対して勝手に謝罪してるわけではなくて、考え方の違いで不愉快にしちゃって、ちょっとごめんなさいね、みたいなことは言うかもしれない。みたいなのが自分のスタンスだけど、何せこの公園とかそういう場所に行ってる数がやっぱり違うので、机上の空論と言われればもう反論はないです。あと、まずは謝罪だよねっていう声が世論として多いんですよね。何に対しても。でもまずは謝罪だよねっていう意味わかんねえよじゃないですか。いや別に意味わかんなくないですよ。だからまずは謝罪を世の中が求めてるんだったらさっさと謝罪する。よくアメリカとかであるじゃないですか。謝罪したら責任を受け取る、責任を認めるようなものだっていう。自分はそういう考えとも違うんですよ。単純に謝罪に意味がないと思ってるけれども、謝罪を求めてるんだったら、謝罪なんて単に息をちょっと吐くだけで終わるんだから、やらないことにすごい固執する必要はないのかなと思ってる。まずは謝罪だよねって言ってるところに、私も染まっていくし、でもだといって何か小学校とかね上がっていった時にもうちょっと問題が大きくなってきた時にまずは謝罪してくださいっていう人にもあんまりなりたくないなみたいな。本当にこの謝罪問題は難しい。皆さんどうやってるんですか？リサちゃんが美咲が謝罪しないから公園になんか行くのがちょっとみたいなやるせなさを感じてる。なればそれは美咲はその結果を受け入れなきゃいけないね。自分が謝罪をしないせいでお母さんがみんなと公園に遊びに行くのを躊躇する。でもそれを言っちゃっていいと思うんですよ。そしたら美咲はであれば謝罪を拒むことにこだわる自分は意味があるのって自分で考えればいいと思うんですよ。で、そうしたの結果であれば言っといた方がよくない？自分のこだわりってそんなに意味があるのみたいなことを自ら察すればいいと思うんでね。そうだから学校行っても、お前謝れよみたいになった時に謝らなかったりすると、こいつ謝んないわ。じゃあもう行こうぜみんなみたいなさ、になるじゃない。そこまで強くなくても、なんかそういう雰囲気を悪くするっていうのを肌で感じていくと思うんですよ。あのスタンスでずっと言ってたら。そうなった時に本人で気づいてくれればいいかなとも思うし。どうなんですか？実際そんなこと過去ありました？友達同士で謝れよとか言ったことがある？ないことはないんですけど、実際あんまりそういうケースないんじゃないかな。で、世の中は意外とその約束重視なんじゃないかなと思ってるんだけど、その人が謝らなくたって、ちゃんと約束を守る人だったら、むしろ約束を守らない人と約束を守る人、この差の大きさと、謝る人と謝らない人のこの差の大きさって全然イコールじゃないと思う。それはそうだと思う。だから重要なのは自分は約束とか改善していく人間なのかとか、信用できる人間なのかであって、謝る人間か謝らない人間かで、そんなに自分たちは人を自分の人間関係に含めないを判断してないような気がするんだよね。やっぱりなんか結構ね、謝れって言ってる側の人間も、あんまりいい種類の人間が思い浮かばないですよ。そうですね。そう。なんか屈服させたいだけそうなの。はい。では皆さんからのご意見、ご質問お待ちしております。チャンネル登録、いいねお願いします。バイバーイ。